はい、皆さんこんにちは。今回もヨーヨーの紹介をしていくんですが、今回紹介するのがアトモスプロジェクトの富士というヨーヨーになります。この富士がですね、めちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃいいです。で、ちょっと僕もですね、熱量が高すぎてかなり気合が入ってるんですけど、名前の通り、この富士は日本の文化とか哲学にインスパイアされたヨーヨーになります。日本では一つのものを長く使うという文化があります。例えば壊れても直してずっとそれを使い続けたりっていう経験は皆さんにもあるんじゃないかなって思うんですけど、なんでそこまでして一つのものにこだわるかっていうと、やっぱりそれが使いやすいからなんですよね。で、そういった文化が日本にはすごく深く、根付いているんですけど、この富士もですね、そういった日本の文化をベースに作ったヨーヨーとなっています。なので見た目のデザインではなくって、まず大前提として日常的な使いやすさ、長く使われることを想定して作っています。だからこそめちゃくちゃ使いやすい仕上がりになっていて、でさらに長く使えば使うほどこのデザインの見た目の美しさっていうのもまた違って見えてくると、使い込む中での美しさ、デザイン性っていうのが感じられるようになってくる、そういったヨーヨーに仕上がっています。で、この富士はですね、もう箱から出して振った瞬間にちょっと鳥肌が立つぐらい感動したヨーヨーでもあるんですけど、これに加えて先日アトモスチームの方と DM でやり取りをする機会がありまして、その中で起こった、奇跡的なといいますか感動的な出来事もあったりして、そういった個人的なストーリーもあったりするので、今回はスペックとか使用感に加えて、そういう個人的なストーリーも含めて皆さんにいろいろと富士の魅力をお伝えしていけたらなと思います。まず富士の外観を見ていきますが、富士はですね、こんな感じのインナーリムのバイメタルになります。で、サイドフェイスは非常にシンプルで、中央がくぼんだような形のサイドフェイスになっています。で、形状はこういったステップがついていまして、サイズ感はですね非常に小さいです。もうしっかりと握り込めてしまうぐらいの直径、そして幅は直径の割には十分な広さがある感覚ですね。で、サイズ感としてはですね、同じアトモスのヨーヨーでいうとノーマとほぼ同じサイズ感になりますね。で、この富士はですね、ボックスにも書いてあるんですけど、ウェザーマンラインという、アトモスの中では、競技向けといいますかパフォーマンス性の強い、デザインラインに属するヨーヨーなんですけど、このウェザーマンラインにはですね、他には例えば、こういったソラリスですね、ソラリスですとか、あとこのチタン製のポラリスというヨーヨー、この辺りがアトモスの中ではウェザーマンラインの主力の製品になります。で、アトモスとカリブーロッチのコラボレーションであるキャノピー AL、 この辺りもですね同じようなステップがついていますね。で、このウェザーマンラインは、ステップもそうなんですけど、この外側のリブの幅っていうのが非常に強く取られていますので、外側にしっかり重量配分をして回転力を高めたようなデザインとなっています。これに加えて富士はインナーにステンレスのリムがついているんですけど、プラスですね、ボディの素材自体もアルミとは書いてあるんですが、実は A7068 っていうちょっと硬めのアルミを使ってるんですね。なので、見た目だけで言えばかなりかっちりした競技向けのスペックだと言えます。フィーリングがどんな感じになるかっていうのはまた使用感のところでお伝えしていこうかなと思います。それでは詳しいスペックを見ていこうと思います。スペックですが、まず直径が 52.7mm、 55mm を切るぐらいのバイメタルっていうのは結構あるんですけど、52mm 台のバイメタルはなかなかないので非常に貴重なスペックかなと思います。
これに対して幅は 46mm としっかりありますので、トリックをやる上では何の不安もないですね。続いて重量が 66.5g。もしかするとちょっと重いんじゃないかなと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、富士は中央部分にも結構重量を持ってるので、実際に動かしてみるとかなり動かしやすくって、実重量よりも軽さを感じます。ボディの素材は A7068 とリムがステンレススチールになっています。A7068 っていうちょっと硬めのアルミを使ってるんですけど、もともと富士は競技向けのスペックとして作られたという側面もあるんですが、一つの長く使うヨーヨーとしての頑丈さという意味でも、こういった7068っていう硬めの素材を選んだんじゃないかなと思います。そしてベアリングはサイズ C の、初期搭載が曲面加工で、レスポンスはスリムサイズになります。富士の使用感なんですけど、まずスリープさせてみるとこんな感じで非常に滑らかに綺麗に回ってくれますね。引っ張られる感じも全くなくって、やっぱりサイズが小さいということもあって、かなりマイルドな使用感のバイメタルだと思います。で、最初に振った時の印象としては、やっぱり引っ張られる感覚が全くないっていうことと、バイメタル特有の高速回転してるような音もなくて、でバインドをかけてみても結構優しく戻ってくるんですよね。なのでサイズ相応の回転力だなと思ってたんですが、いざですねいろいろトリックをやってみると、トリックをミスってバインドをかけずにやり直したりしてる時に、あれまだ意外と回ってるなっていう感覚があって、でよくよく使い続けてみると、やっぱりバイメタルだなって思うくらいしっかり長く回ってくれるんですね。でただ他のバイメタルと違うところっていうのは、バイメタルとしての主張が著しく少ないっていうところですね。例えば引っ張られる感じですとか、回転の時の音ですね。それからバインドが特に特徴的なんですけど、結構バイメタルで回転力の強い機種っていうと、スローした直後にバインドかけると結構バチンと戻ってくるじゃないですか。でこの富士に関してはスローした直後にバインドをしても結構優しく戻ってきてくれて、もう本当にこのプレイヤーを気遣っているかのような、プレイヤーの手をいたわっているかのような優しい戻り方をしてくれるんですよね。今回の動画の冒頭でもアトモスチームの方とのちょっと DM のやり取りの中で少し感動的なストーリーがあったっていう話をしたんですけど、そのお話をですね少しさせていただこうかなと思うんですが、富士が僕の手元に届いた時に、少し試しぶりをしてからインスタグラムのストーリーズの方に画像をアップしてみたんですけど、アトモスチームの方っていうのは本当に毎回ご丁寧にコメントをくださるんですけど、そのコメントの中で今のところ富士使ってみてどんな感じっていう DM をくださったんですね。で僕も個人的に鳥肌が立つくらい感動したヨーヨーだったので、ヨーヨーの機能的な側面と、アート的な芸術的な側面とに分けて DM を返したんですけど、その中で僕が伝えたのが、富士はポラリスやソラリスといったモデルに続くウェザーマンラインの流れを組む機種だと思います。A7068 アルミニウムにステンレスのインナーリムという性能重視の素材を使いながらも、小径かつワイドな設計によってコンパクトなヨーヨーを好むテクニカルプレイヤーにとって理想的なスペックに仕上がっていると思います。バイメタル構造ではあるものの、小径かつインナーリムという設計のおかげで、よくあるバイメタル特有の引っ張られるような感覚が一切なく、それなのに静かで持続時間の長いスイープ、そして非常に素直な操作感が特徴です。素材の構成だけを見ればもっと硬いフィーリングになるはずですが、ストリングが最大限に伸びきった瞬間、なぜか柔らかさを感じるアトモスらしい使い心地は健在です。見た目としては
美しいステップ、フラットなサイドフェイス、小さめの直径、そして控えめなインナーリムによって余計な装飾のない削ぎ落とされたシンプルな美しさ、ミニマリズムを感じます。使い心地と外観を合わせて考えてみると、ミニマルな中に潜む機能性、機能を果たす上で何の無駄もないシンプル、機能美、この2つを感じました。こういったことを DM でアトモスチームの皆さんに伝えたんですね。するとですね、DM の返信がないまま2日ぐらい経って、このアトモスのサイトで富士のデザインジャーナルが公開されたんですね。で、このデザインジャーナルの中でアトモスが富士というヨーヨーに込めた一つの概念としてヨーノビというものを挙げています。で、ヨーノビっていうのは実際に使われることで現れる美しさ、飾るための美ではなくって生活の中で役に立つ道具が持つ美、こういったことを表すんですけども、そもそもこのヨーノビっていうのは日本の柳宗悦さんが提唱した概念になります。で、この柳さんっていうのは非常にたくさんの芸術家の方々に影響を与えた人で、最近で言うとですね、分かりやすいところで言うと、日本の無印良品の深澤直人さんはすごくこの柳さんに影響を受けて、無印良品のプロダクトっていうのはかなりこのヨーノビの概念が体現されていると。で、この日本のヨーノビという概念を込めた富士に対してアトモスがどんなジャーナルを書いているかっていうと、その外見は控えめで静か、それゆえにその能力の高さには驚かされるかもしれません。主張するデザインではなく、そこにあるべきものとして存在することを目指したのです。こういったことを書いています。で、これがですね、僕が非常に感動したところで、なぜかっていうと、僕がですね、アトモスさんに送った DM の内容っていうのが、もうほとんどそのまま書かれていたような感じだったんですね。で、そうやって感動してる間にですね、またアトモスさんが DM を返してくださって、で、その DM の内容がですね、本当に感動的だったんですけど、この DM に書いてあった内容が、リアルタイムで返信できなくてごめんねと最初に書いてあって、で、その後で、正雄は僕たちの心を読んでいるのかっていう一文があったんですね。で、これはですね、非常にすごいことで、何がすごいかっていうとですね、やっぱりこのアトモスチームの皆さんが富士というヨーヨーに込めた思いというのが、一ユーザーである、僕のようなプレイヤーにしっかり伝わったっていうことなんですよね。これはやっぱりですね、アトモスチームの設計思想ですとか、明確なコンセプト、ものづくりに対する思い、表現力、この全ての要素に対してやっぱり妥協がないこの姿勢っていうのが作り出した結果かなと思います。最後にまとめですが、この富士はですね、日本の文化ですとか美に対する哲学を設計思想に組み込んでいて、特にですね、ヨーノ美という概念ですね。見た目の美しさではなくって、日常的に使われることで生まれる美しさ、そういったものを意識したプロダクトになっています。その結果としてですね、やっぱりめちゃくちゃ使いやすいですし、で、素材も非常に頑丈な素材を使っているので、外に持ち出して使うこともできますし、何の不足も感じないヨーヨーに仕上がっています。これだけ使いやすいとですね、逆にこのシンプルなデザインが引き立ってくるわけなんですよね。身の回りのものを考えてみても、長く世に残るものっていうのは使いやすくてシンプルなものに限られてくるはずなんですよね。もちろん使いやすいことが大前提なんですけど、それだけじゃなくってシンプルで普遍的なデザインじゃないと、やっぱり時代の流れとか流行り廃りによって消えていってしまうわけですよね。で、この富士はまさに普遍的で長く使える道具という概念を体現したヨーヨーになっていて、この先5年後10年後にこの富士を振っても変わらず使いやすいままいてくれるんだろうなと感じています。僕のように、ミニマルなデザインが好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、それだけではなくって一人の日本人としてこの日本の文化、それから美に対する哲学がしっかりと体現されたこの富士というヨーヨーを一度手に取って試してみていただきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。